DD グループはお客様に安全安心な料理を提供するため、すべての従業員が衛生管理に積極的に取り組みます。飲食店は安全で安心できる衛生的な料理を提供する義務と責任があります。そのため衛生管理は日々の仕事をする上で大前提となります。店舗での衛生管理、ユニフォーム、健康管理と個人衛生、手洗い確認表。多数の患者が発生する大量食中毒の多くは、スタッフからの二次汚染が原因になります。体調不良などの健康管理ができていないことや、ユニフォームの汚れによって起こります。作業を始める前に、自分や同居している家族は健康か、ユニフォームはきれいか、爪は短いかなどについて確認し、個人衛生手洗い確認表の個人衛生の欄に記載します。店舗に出勤したら、外の汚れを店舗に持ち込まないためにまず私服からユニフォームに着替えます。トイレを使用する場合は、汚れを作業場に持ち込まないために帽子や前掛けを外して、調理場近くの食品や器具類を汚染しない場所に置き、調理場外用サンダルに履き替えてトイレに行きます。店舗での衛生管理、手洗いの仕方、個人衛生手洗い確認表。手洗いは肘から指先まで実施します。まず肘から指先までをシンクで水洗いし、汚れを落とします。次に洗剤を手のひらで泡立て、肘から指先までしっかり洗浄します。爪ブラシを使い、爪先、指の関節、指の間、手のしわ、手首をこすり、汚れを落とします。肘から指先まで水洗いし、泡と汚れを落とします。ペーパータオルで水をしっかり拭き取ります。アルコールまたはフリーキラー Z を肘から指先まで噴霧し、しっかり揉み込んで殺菌します。手洗いは出勤時、研修後や納品梱包に触れた後、食材洗浄後、仕込み前後、清掃後、トイレの後など、作業が変わるごとに必ず行ってください。また個人衛生手洗い確認表の手洗いの欄へのチェックも行ってください。食材の衛生管理、研修、食材保管1、賞味期限、消費期限や仕込んでからの使用期限の管理が必要で、食材保管庫などに保管する際には食材同士で汚染しないようにします。食材が納品されたら必ず研修を行います。発注内容、商品の状態など問題がないかの確認をして、問題があった場合は上長に確認を行い、すぐに返品をできるようにします。段ボールや発泡スチロールに入っている食材は取り出すか他の容器に移し替えて保管をします。1日を通して問題なく研修が終了したら研修記録に記載をします。食材を使用する際は期限を確認し、万が一期限切れがあったら上長に報告をしてください。冷凍食材を解凍して使用する場合は前日に冷蔵保管庫に移して解凍することが基本です。急いで使用する場合はボウルなどで受けをして流水解凍を行ってください。食材の衛生管理、研修、食材保管2、仕込み後はすべての食材に仕込み日を記載した日付シールを貼り付けて保管します。当日使用の食材にも
日付シールを貼り付けてください。保管の際は同じ食材で前日以前に仕込んだものがあったら手前に移動し、古いものから使用できるようにします。食材の保管は肉、魚、卵、野菜、加工品など食材別の保管が基本で、食材保管庫の下段から原材料、仕込み品、調理済み品、盛り付け済み品といったように汚れているものを下に保管します。食材保管管理の注意点として、調理器具は食材保管容器から取り出してラップや蓋をします。また袋はきちんと閉じて受けをします。食材小分けのディスペンサーなどは中に何が入っているか分かるように名称を記載します。食材の衛生管理、調理時における温度管理1、提供する料理の加熱条件は規定されており、それに従って調理を行います。基本的な加熱条件は中心温度75度1分間以上となり、牡蠣などの二枚貝は中心温度85度から90度1分半以上となります。毎日ランチ・ディナーの営業ごとに主要料理1品以上を確認し、加熱調理確認記録に記載します。いつもと同じ条件で加熱していても75度以下の場合は再度加熱調理をして再測定し、その結果を記載します。食中毒を防ぐためには温度管理が重要となります。微生物が増殖しやすい10度から60度を危険温度帯といい、この温度帯をできるだけ短くする必要があります。仕込み品など一時冷蔵保管してから提供するものは30分以内に20度以下、1時間以内に10度以下となるように速やかに冷却をします。食材の衛生管理、調理時における温度管理2、ご飯や汁物など加熱調理後一時冷却をせず提供までに時間を要する料理は60度以上で保管をし提供します。煮込み料理など冷却後に再加熱をして提供する食品は中心温度が60度以上になるように再加熱をして提供します。食材は納品から調理、保管、提供までの温度管理の内容によってグループ分けを行います。1日を通して管理を行えているかを日々確認し、食品ハザードグループ別管理記録に記載をします。食材の衛生管理、調理時における管理、食品の盛り付け時には使い捨て手袋を着用します。作業が変わるときはもちろんですが、常に清潔なものを使用します。使い捨て手袋は盛り付け以外にも生食用食品の取り扱い時やドリップの処理時、手指に傷があるときなどにも使用します。調理器具の衛生管理、包丁、まな板、ダスター。器具類は二次汚染を防止するために使い分けをします。包丁は使用目的ごとに出刃包丁や柳刃包丁といったものなどがあり、大きさや形状が異なっているため目的に合ったものを使用します。まな板も同様に色、大きさ、形状などで使い分けをします。色分けは赤は肉用、青は魚用、緑は野菜用といったように使い分けをします。ドリンク場で使用する包丁およびまな板は調理場のものとは別に単独で使用します。ダスターも同じく色によって使い分けをします。キッチン内の食材に触れるもの、キッチン内の清掃用、ホールのテーブルやパントリーに使用するもの、椅子などの清掃用と用途によって使い分けをしてください。
調理器具の衛生管理、ダスター、殺菌用バケツ使用手順。バケツに水を4リットル入れます。次に次亜塩素酸ナトリウムをキャップ1杯分入れて殺菌液を作ります。ダスターを20分以上つけてください。営業前には手洗い、殺菌をし、前日殺菌液につけていたダスターを殺菌液から絞って取り出し、清潔な場所に保管します。営業中のダスター使用時はフリーキラー Z またはアルコールを噴霧します。営業終了後、汚れがひどいものは破棄し、使用したダスターは洗剤で洗浄後、新しく作成した殺菌液につけます。調理器具の衛生管理、包丁、まな板、ダスター。殺菌は殺菌液の特徴や作業内容に合わせて効果的に使用します。次亜塩素酸ナトリウム。市販されている次亜塩素酸ナトリウムはそのまま使用しても殺菌効果がほとんどなく、300倍に薄めて使用します。バケツで保管した使用済みのダスターを営業終了後に洗剤で洗浄し、殺菌液に20分以上つけ、清潔な手で殺菌液から取り出します。フリーキラー Z。 作業中のまな板や作業台の殺菌は殺菌が早くでき、少し濡れていても効果を発揮するフリーキラー Z が有効です。アルコール殺菌は表面が平らで水分がないものに有効で、作業前の包丁の刃や金属製の器具、食材保管庫の取っ手などに使用します。使用する機器や器具類の状態や清掃、洗浄、殺菌、保管の状況に問題がないかを日々確認し、清掃、洗浄、殺菌及び保守点検確認記録に記載します。店舗の重点清掃箇所と保守点検。調理場はお客様の口に直接入る食品を取り扱います。調理場の汚れは細菌や害虫の繁殖の原因となり、食中毒につながります。食材保管庫内部の汚れは細菌繁殖の原因となり、表面の汚れからも二次汚染の可能性があるため、清潔に保つことが重要です。また、機器のフィルターが汚れていると保管庫内が冷えにくくなったり、機械故障にもつながるため、定期的に清掃してください。食材保管庫の扉上部やパッキン、機器のフィルター、調理場の棚、設備機器の下の床は特に見落としがちで汚れやすい箇所なので、こまめに確認し清掃してください。業務開始前には調理場の床、側溝、グリストラップが清潔な状態であるか確認し、汚れている場合は清掃して清掃状況確認記録に記載してください。規模の小さい店舗については作業台、シンク、床は毎日清掃し、グリストラップ、側溝は1週間に1度以上清掃してください。施設設備の清掃を実施した際は店舗清掃実施記録に記載し、清潔を保つようにします。ホールの清掃箇所は飾り棚や空調、カトラリーなどがありますが、お客様の視界に入るところはホールで特に重視しなければならないので、くまなく確認し清掃をしてください。また、ドリンク場も調理場と同じく、お客様の口に直接入る飲料や食品を取り扱うため、清潔に保つようにします。日々の確認と記録。1、衛生管理を行う上で日々確認してその結果を記録することが必要となります。食材保管庫温度管理表。
保管温度に問題や異常がないかを業務の開始前と営業終了後の2回確認し記録します。異常があった場合は上長に報告してください。使用水点検表。調理場の水道と手洗い専用水道の水に異常がないか、日々業務開始前にそれぞれの水を透明なグラスに採取し、匂い、色、濁り、味などを確認し記載します。油脂対応記録。油は使用頻度にかかわらずさまざまな要因で酸化します。フライヤーの油は日々目視で汚れや色、匂いの確認と AV チェッカーで酸化の測定を行います。月末まで異常がない場合は異常なしと記載し、酸化 2.5 以上または異常があった場合はその内容を記載し、上長への報告と油の交換を行います。害虫駆除記録。ネズミや害虫が発生した場合と業者による駆除があった場合にはネズミおよび害虫駆除記録に記載します。1ヶ月を通して発生がなかった場合は月末に発生なしと記載をします。また業者による駆除があった場合は作業報告書を記録表とともに保管します。衛生教育実施記録。衛生に関する知識の向上や再認識を図るため月に1回以上衛生に関する情報共有の教育を店舗内で行い記載をします。また毎月月末にHACCPの管理ポイントを実践できているかを検証し問題の有無に丸を押します。トイレ清掃チェック表。お客様が使用するトイレは毎日営業開始前もしくは終了後に清掃、さらに2回以上の確認と記録を行います。必要であれば適宜清掃を行いその記録も行います。日々の確認と記録2。日々の確認と記録1の内容に加えて今までに説明した個人衛生手洗い確認表、研修記録、加熱調理確認記録、食品ハザード、グループ別管理記録、清掃、洗浄、殺菌および保守点検確認記録、清掃状況確認記録が必要となります。対象店舗のみ必要記録。ゆで卵、温泉卵調理確認記録。ゆで卵や温泉卵を店舗でガス火での調理で行っている場合に必要です。生食用馬肉管理確認記録。生の馬肉を提供している店舗は記録が必要です。検食保管記録。結婚式場と朝食を運営している店舗に限り作成する記録です。ソフトクリームフリーザー点検表。ソフトクリーム提供店舗に必要な点検表です。さまざまある記録表を1枚にまとめたものとして日報もあります。使用する場合は個人衛生手洗い確認表、食材保管庫温度管理表、トイレ清掃チェック表、衛生教育実施記録が必要となり、ソフトクリームフリーザー点検表、検食保管記録の該当する店舗は別途用意する必要があります。このように日々確認して記録することが必要になります。異常が発生した場合、担当者の判断で処理するのではなく、必ず上長に報告し、その指示に従って対応してください。店舗臨店監査、HACCPと衛生管理。衛生管理の実践のために定期的な店舗臨店による監査を行っています。監査では衛生管理マニュアルの内容が店舗において実践されているかを確認します。監査で指摘された内容はできるだけ早く改善し、それを継続的に実施することが重要となります。一時的な改善では意味がなく、店舗内のルールや約束事として日々実践してください。
2021年6月に改正食品衛生法が施行され、すべての食品等事業者に対し、規模や業種などに応じて HACCP に基づく衛生管理か HACCP の考え方を取り入れた衛生管理、このどちらかを衛生管理として行うことが義務化されます。 HACCP とは、食中毒や異物混入などの事故が起こる原因を把握し、食材の納品からお客様へ提供するまでにおいてリスクを減らすために作業工程を管理し、安全を確保する衛生管理の方法です。衛生管理マニュアルを作成し、すべての店舗・施設が同じ管理基準に従って衛生管理を実践しています。衛生管理マニュアルの内容を理解すること、日々継続的に実践することが食中毒の防止につながります。